気温0度、通勤通学、手指防寒9選、冬。0度付近、30分以上の通勤。手の指先、寒いから痛い。大人でも霜焼け、いろいろ試した手の防寒対策、評価の基準です。こんな感じで評価して、おすすめも紹介していきます。まず一つ目の項目、防寒力。これが一番重要。各項目5点満点でいきます。防寒力0、手軽さ5、操作性2、見た目3、値段0円の5、合計15点、100点換算4倍して60点です。このように評価し、おすすめの品を紹介していきます。おすすめ9位、アクリル手袋です。合成のアクリル手袋。アクリルとは羊毛、ウールに似せて石油などを原料とする化学繊維となります。保温性が高く、セーターや毛布の原材料に使われております。軽作業、手芸、ガーデニングなど、ランニング、サイクリング、アウトドアスポーツなど幅広く使用できます。屋外でも暖かさを保てます。着脱は簡単。通気性がありますが、防風性能は期待できません。ちょっと毛玉が多いですね。乗車時の様子を紹介します。操作性は良いです。暖かです。防風性能が高くないものの、気温10度までなら使えます。気温5度付近はちょっと厳しい。かじかんできて痛くなって感覚もなくなって霜焼けになってしまいます。評価です。防寒力3、手軽さ5、操作性4、見た目4。値段は200円から1000円で5、合計21点、100点換算84点です。まあまあ高いです。おすすめ8、アクリル 50%、ポリエステル 50% の手袋です。アクリルっていうのはウールに似せた化学繊維。ポリエステルは綿の代替品として衣服の生地に多く使われる化学繊維になります。保温性が高く、セーターや毛布の原材料に使われております。軽作業、手芸、ガーデニングなど、ランニング、サイクリング、アウトドアスポーツなどにこの手袋使用もできます。屋外で暖かさを保つことができる。着脱も簡単。通気性はあるけれど、防風性能はあまりありません。乗車時の様子です。通気性は良いです。暖かです。防風性能は高くありませんが、気温10度までなら使えます。気温5度付近からはもう耐えられません。かじかんで痛くなって感覚もなくなって霜焼けになっていきます。先ほどのアクリルの手袋よりも、この手袋、私の買ったものは少しだけ暖かでした。評価です。防寒力 3.5、手軽さ5、操作性4、見た目4。値段は300円から2000円で5、合計 21.5、100点換算86点。これまた高いですね。おすすめ7位。フリースボアの手袋です。フリースとは PET ポリエチレンテレフタラートポリエステルの一種で、石油などを原料として作られた化学繊維合成繊維です。柔らかい肝仕上げの繊維素材です。ボア生地っていうのは、くるくるした動物の毛、羊毛などを連想させるようなモコモコした生地のことを言います。屋外での軽作業、手芸、ガーデニング、ランニング、サイクリング、アウトドアスポーツなど幅広く使用できます。この手袋、保温性が高く、屋外でも暖かさを保っています。着脱も簡単。通気性がありますが、防風性能は期待できません。次、乗車時の様子です。操作性は良いです。ただちょっと生地が厚いっていうので、若干操作性が妨げになることもあります。暖かです。防風性能が高くありませんが、気温10度までなら使えます。気温5度付近からは耐えられません。かじかんで痛くなって感覚がなくなり霜焼けになります。防寒力 3.5、手軽さ5、操作性4、見た目4。値段は300円から2000円の5、合計 21.5 の86点です。先ほどのアクリル 50%、ポリエステル 50% の手袋と同じ点数です。おすすめ6位。防風裏肝スマホ対応手袋。内部は暖かい裏肝です。表地は防風性があります。撥水加工の合成、繊維素材です。屋外での活動、サイクリング、通勤通学、屋外作業、釣りなどにも適しております。
手のひらは滑り止め加工を施していてフィット感がいいです。スマホの操作に対応した指先加工が施されております。手袋を脱がずともスマホを操作することができます。乗車時の様子です。操作性は良いです。生地の厚さも適正。内部は裏起毛で暖かです。防風性能があるので気温5度までなら耐えられます。気温0度に近づくにつれ我慢ができなくなっていきます。かじかみ痛くなり感覚もなくなり、0度あたりになると霜焼けになってきます。防風性能があるなしで耐えられる温度が違ってくることを気づかされた手袋でした。評価です。防寒力4、手軽さ5、操作性4、見た目4。値段も300円から2000円の5。合計22点、88点。かなりいい点数ですね。おすすめ5位。寒冷地屋外用防寒防水ゴム手袋になります。内部は裏起毛で保温性が高く、さらに冷たい外気との間に熱伝導率の低い空気の層を作ることで防寒性を実現しております。雨の日も大丈夫。手首までしっかりコーティング。土、水、ゴミの侵入を防ぎます。手のひらは滑り止め加工がコーティングで施されています。寒冷地での屋外・屋内作業、除雪作業、冷蔵庫・冷凍庫での作業、農業、水産業、漁業、清掃業、サービス業などでも使えます。大変あったかいですね。乗車時の様子です。操作性は正直あまり良くありません。指と指の間に摩擦があるので、ゴムが擦れるキュッキュッという音がして動きにくいです。シフトチェンジもちょっとやりにくい時があります。しかし、とても暖かいです。蒸れっていうのも気になりません。でも気温が0度付近で30分以上乗りますと、さすがにこの手袋でも冷えてきます。評価です。防寒力4、手軽さ4、操作性2、見た目3。値段は300円から1000円5。合計18点の72点です。合計点ちょっと低くなっていきますが、防寒力は今までの手袋と比べると上がっております。なので、おすすめの順位も上がっているということです。おすすめ4位。ナイロン製の5本指手袋です。ナイロンっていうのは伸縮性があって、摩擦に強く、綿の約10倍の強度があります。原料は石油などで作られた化学繊維、合成繊維、ゴワゴワガサガサした生地で、スポーツバッグとかスポーツウェアなどで使われております。断熱性を備えていて、柔らかく内部は裏起毛で、かなり暖かいです。保温防水防風機能を持たせる3層構造、3層の生地で構成されております。強風とか冷風の中で乗っている場合でも、手袋をはめている限り手が冷風にさらされることはありません。アウトドア用の防寒防水手袋、スキー、登山、ハイキング、サイクリング、バイク乗車、釣り、通勤通学、除雪、冷蔵倉庫での作業などで使用できます。電熱線を内蔵するタイプもありますが、今回除外しました。乗車時の様子です。操作性はあまり良くありません。ゴワゴワするね。指と指の間に摩擦があるので動きにくいためです。シフトチェンジもその結果やりにくいです。暖かいんですけどね。0度付近ではさすがに30分以上乗ると小さな指、小指から冷えてきます。冷えて痛くなって感覚がなくなって霜焼けになるという感じですね。評価です。防寒力4、手軽さ4、操作性3、見た目2。値段がピンキリなんですけどね。安いもので2000円。から1万5000円までで、中間取って8000円の2点。合計が15点、100点満点換算で60点になります。得点さらに下がっていきます。操作性、見た目、値段が原因なんですけど、防寒力は上がっています。おすすめ3位。ナイロン製3本指ミトンです。ミトンっていうのは本来親指だけが分離し、他の4本の指がまとめられているものを言うんですが、本製品は親指と人差し指が独立しております。操作性を高めるためで、耐水性、透湿性、撥水性に優れた透湿防水素材で、ポリエステル繊維の中の綿素材、中綿素材を使用。保温力は羽毛並み。3本指のトリガータイプ。内側は起毛フリース素材で保温性が高くなっております。乗車時の様子です。操作性は先ほどのナイロン製手袋と同じ。あまり良くはありません。指と指の間にやっぱ摩擦があって動きにくいです。人差し指が分離されて動くんですが、シフトチェンジがやっぱりね、5本指と同じでやりにくい。でも5本指手袋と比較すると指がまとめられている分暖かです。
気温0度付近で30分以上乗ると人差し指が冷えてきます。3本指でまとまっている部分はさすがに冷えないですね。次に冷えるのが親指。人差し指が痛くなって感覚なくなって霜焼けになっていきます。評価です。防寒力4、手軽さ4、操作性2、見た目2。値段がこれもピンキリで、2000円から1万5000円ぐらいで2。合計14点の56点ですね。点数あんまり高くないんですけど、あったかいです。おすすめ2。ナイロン製のミトンの黒い手袋と右上の小さい画面にあるポリエステル系のミトンの手袋。ミトンというのは親指だけが分離し他の4本の指がまとめられているものですね。指がまとめられているので操作性はよくありません。ナイロン製は防風性防水性が高いけれどもごわつくので動きにくい。右上のポリエステル製は柔らかくナイロン製より動きやすいです。5本手袋より指の細かな動きはできません。手袋内側に空気層、被覆機構があるので圧倒的な保温性があります。また、防風性、防水性も大変高い能力があります。続いて、乗車時の様子です。操作性はやっぱり良くないですね。4本指が1つにまとめられているので、細かい動きはできません。手袋の中でやはり最高に暖かいです。気温0度付近でも耐えられます。しかし、さらに下がってマイナス気温5度とかになると、やっぱり親指から冷えてきます。そして、冷えて痛くなった後感覚がなくなり霜焼けになるわけですね。評価。防寒力5、手軽さ4、操作性2、見た目2、値段も2000円から1万5000円。これはピンキリ。合計15点、100点換算で60点になります。最後おすすめ1位。手袋のレイヤリング重ね着です。重ね着で空気層、被覆機構を作って保温性を高めます。1層目の手袋。第1候補はボア手袋。第2候補はボア以外。第3候補は軍手系になります。着用します。2層目の手袋はミトンタイプがベストです。とても暖かいです。しかし、さらに暖かく北海道を使用します。指先に縦または横で北海道を押し込みます。その時貼らない方がいいです。なぜなら外しづらいためです。気温0度以下でも暖かさが保てます。お試しください。評価です。防寒力は5、最高点プラスアルファで6。手軽さ4、操作性2、見た目2、値段が2000円から1万5000円。合計16点の100点換算64点になります。マイナスの場所に行っても気温が大丈夫ですね。ある程度ね、おすすめです。結論。カイロ、やっぱり最高。でも、0度以下だと暖かさが減るって知ってました？追記1、おまけのことです。避けたい手袋5000。まとめてね。1、自転車手袋指切りなし。2、自転車用薄手手袋。3、綿の手袋。4、軍手。5、ニトリルゴム手袋です。気温が10度以上なら手軽さ操作性見た目値段で選択できますが、そもそも0度での使用は想定外ですので、防寒力は全くといいほどありません。あえて使うならば、忍耐力養成とか我慢大会のグッズぐらいでしか役割を果たせないです。乗車姿勢ですね。防寒防風性能は考慮されておりませんので、最高に風を通します。操作性はでもいいです。細かい動きも問題ありません。気温5度付近から違和感をというか10度かなやっぱりなります。気温5から10の間になってしまうと拳を握りしめて表面積小さくする努力を余儀なくされます。冬は、これらの手袋はつけないでください。評価。全体同じ。防寒力0、手軽さ5、操作性4、見た目3。値段は安いので100円から1500円の5。合計17点の100点満換算68点。合計点ちょっと高いんですけど、騙されてはいけません。追記におまけ2つ目。手袋ではないすごいやつ、ハンドルカバー。自転車のハンドルカバー。自転車のハンドルに固定するカバーです。材質はネオプレーンゴム。合成ゴムで、耐光性、耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性など様々な耐性に優れております。ウェットスーツ、ベルト、スポンジ、ホースやチューブなどに使用されております。防寒力はミトン手袋と同等です。指先がとても暖かく0度までなら寒さに十分耐えられます。
ロードバイクやマウンテンバイク、クロスバイク、ママチャリなどほとんどのハンドルにカバーがあります。写真のカバーはドロップハンドル、ロードバイク用です。しかしこのカバー、取り付けは他と比べて少し面倒です。ミトン手袋よりも空気層が厚いので冷たい風をブロックし、高い保温性があります。大体のカバーは撥水加工を施しておりますので、ある程度雨、雪を弾きます。乗車時の様子です。現在手元にないので使用時のイメージ動画です。見た目はミトン手袋のようなごつい手袋と似ております。手の置き場所、ポジションは下ハンドル、上ハンドル、ブラケットと3箇所あるのですが、ブラケットに限定されます。下ハンドルは持ちにくくて、上ハンドルはカバーから手を出す必要があり、寒いです。評価です。防寒力5、手軽さ1、操作性3、見た目2、値段が2000円から5000円の3、合計14点で100点換算56点になります。おすすめ順位としては2.5 位ぐらい。2位のミトンの手袋、3位の3本指ミトンの中間くらいです。ご視聴ありがとうございました。通勤坂コミュートヒルでした。